ごいですね、開放感が。そんなに規模の大きな学校ではないところの利点かなと思いますね。今まで見た学校のアパートメントで1位に争うくらい。こんにちは、マルタスタディ池松です。今日は外からお送りしております。まだ9月なんですけれども、マルタはまだまだ暑いです。さて今回の動画なんですけれども、こちらアトラスランゲージスクールマルタ校にやってまいりました。現在ですね、こちらのマルタ校に日本人スタッフさんがちょうどいらっしゃってるとのことなので、学校に関するお話を詳しくお伺いしたいと思っております。それからマルタスタディではいろんな語学学校の情報や、それから留学に関する情報をお伝えしておるので、もしよろしければ動画にいいね、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速校内に入ってみたいと思います。繁華街から徒歩圏内でありながらも静かで落ち着いたエリアペンブロークにあるアトラスランゲージスクールマルタ校は、2019年に開校したばかりのアイルランド発祥の新規語学学校。フットボールグラウンドや大型スーパーマーケットなど周辺施設も充実しているこの学校には約150人ほどの生徒が在籍し、学校日本人ばっかりや外に出るたび何人もの日本人に出会ってしまうといった声がマルタ留学生徒の多くから上がっている中で、日本人率がなんと現時点で 4% という随一の低さを誇っています。今回は未だ認知度が低いながらも本当は魅力がたっぷりあるアトラスマルタ校についてご紹介するべく、学校スタッフで若干緊張気味の高島新平さんにご案内いただきました。ありがとうございます。こちらアトラスランゲージスクールの高島さん。はい、高島です。よろしくお願いします。今日はどうぞこのような機会をいただきましてありがとうございます。今日はじっくり学校をご案内いただきたいなと思ってます。そうですね。それでは早速なんですけれども、校内ご案内いただければと思います。わかりました。じゃあちょっとご案内させてもらいます。こちらがクラスルームです。教室の感じ、1クラスですかね。ここは1教室ですけど、結構広いですね。そうですね。これが10クラスあるんですが、規模としては15名、最大で15名が学ぶんですね。なのでちょっと広めのスペースにはなっているんですね。で、15名と聞くとマルタではちょっと多い方ですよね。その15名ちょっと多いんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、利点があって、で一つはもちろん活気が出ますよね。多い方がいろんな人とお話ができるっていうのもありますし、あとはアトラス小さなグループを作ってグループワークとか小さなグループでのディスカッションとか、そういったものも割と結構授業内でされることもあるので、それはやっぱり15名とある程度の規模がいないとね成り立たないので、それも一つ利点じゃないかなというふうには思います。授業の内容としては、スピーキングどのくらいの割合でやってますか？そうですね。もちろんその先生によって若干スタイルが変わってくるとは思うんですが、割とバランス型というか、スピーキングもそうですし、ライティングもそうですし、問題を解くようなテキストを使って勉強するというようなスタイルの勉強も含めてですね、バランスよく全体的に英語をしっかり勉強するっていう形ですね。で、これだけではなくてプレゼンテーションの発表を毎週金曜日にアトラスでは、生徒さんにしてもらってます。割とトピックはライトなもので、もちろんそのレベルによってトピックが変わってくるんですけども、無人島に行ったらどうやって3日間サバイブするかとか、あとは難しいところで言うと、あなたが一国の首相だったとしたらどうやって国の経済を成長させるかとか、トピックはいくつかから選べるそうなんですが、生徒さんのフィードバックによるとですね、これがやっぱりすごく効いてると。やっぱりそのプレッシャーももちろんあるんですけど、それまでに自分の表現を覚えたりとか、単語を覚えたりとかで、それを使うことによってやっぱり長期記憶になるので、非常に英語の上達にはいいんじゃないかなと思いますね。金曜日のプレゼンあると思うんですけども、卒業式もあってプレゼンもあっててんこ盛りですね。そうですね。金曜日はてんこ盛りですね。でこちらが、アトラスランゲージスクールマルタ校のスタッフが、主に駐在というか常にいる、スタッフルームですね。で、ご覧の通りいつもこれオープンになっているので、生徒さんもいろんな何か困ったことがあれば相談しやすいような形です。
でこちらがアトラスランゲージスクール自慢のカフェテリアです。カフェテリア、すごいですね、開放感が。そうなんです。海が見えるっていうのがそうです。最高ですね。はい、なんでスタッフの人とかもね、ここでご飯食べたりもしますし、で僕も割とここでお仕事すること多いですね。やっぱすごく気持ちいいので、生徒さんも例えば学校が終わった後、今日もちょっと金曜日なんで静かですけど、ここでねお勉強したりとか、宿題したりとかっていう方もたくさんいらっしゃいます。テーブルの何個かにミニゲームみたいなビリヤードのちっちゃいバージョンがあったりとか、はいはい、そうですね。皆さんそうなんです。意外と使ってます。意外とっていうのもあるんですけど、みんな楽しまれてますね。でやってみると楽しい。はいはい。なんか盛り上がりそう。そうなんです。まさにそうですね。言葉のね壁とかまだあるときに、例えばそういうミニゲームを通して本当にされてる方多くて、こういうちょっとした学校の気遣いっていうのすごく生徒からしたらすごくありがたい。と思います。マルタの語学学校には他にも小規模な学校っていうのもあると思うんですね。はいはい。でその中でもアトラスマルタ、アトラスランゲージスクールのマルタ校が、ここはいいよみたいなところあったら教えていただきたいんですけど。そうですね。その小規模というところで、一つその小規模学校の強みとして、アットホームっていうのがあると思うんですよね。でアットホーム感って言っても、どういうことなんだっていうことなんですけども、大きく3つそのアトラスの独特のアットホーム感を生み出す理由があるなと思ってて、で一つっていうのは先ほどもちょっとご紹介したオフィス、すごくスタッフが優しくて、相談しやすくて、そのスタッフとか先生へのアクセスがいいというか、皆さんがすごく仲良くなりやすい、環境があるなというふうには思います。先生ともやっぱり距離近いですか？近いですね。マルタ全体がそうなのかもしれないですけど、特に僕が感じるのは、アトラスの先生たちめちゃくちゃフレンドリーだなと思います。で生徒さんとかとすれ違う時に挨拶をしたりとか、当然のことなんですけど、そういうのをちゃんとしてくれますし、なんかいいなと思います。でもう一つがこの建物ですね。で先ほどちょっと先生とすれ違うという話をしましたが、すごくシンプルな作りなんですよね。廊下があって、そしてこの最後にこのカフェがあるっていうすごくオープンな環境なんですよね。なので、生徒さん、先生、そしてスタッフとの交流が生まれやすいっていうのも一つ魅力かなというふうに思ってます。確かになんか他の学校とかだと1階部分、なんか各階はすごくちっちゃくて3階建てとかっていう学校もあったりとかすると、なかなかいろんな先生とかスタッフと交流する機会ってなかなか難しいと思うので、そうですね。同じフロアで、先生とかスタッフと顔を合わせる機会が多いっていうのは一ついいです。そうですね。あと、3つ目の特徴としては、アクティビティっていうのが僕たちもちろん毎週開催してます。でやはり人数がそんなに大きくない学校だからこそ、小規模で行くことが多いんですよね。でもその小規模で行くのですごく仲良くなりやすいっていうのがあります。おすすめしているアクティビティとしてカンバセーションのアクティビティなんかもありますね。でこれはいわゆるいろんなレベルの人たちがこのまさにカフェテリアに集まって英語で会話をしようというものですね。じゃあ授業ではないけど、そうです。スピーキングを向上するためにそうです向上させたい人たちが集まってしゃべるみたいな。そうですね。それは参加料はお金かかってるんですか？それは無料ですね。無料で参加していただきます。じゃあもうこの学校に通う方は無料でそうですね。アクティビティに参加できる。で先生とかも。先生もいらっしゃいます。でアクティビティで、授業無料なんですけど、しっかりと先生がちゃんとコミットして、生徒さんもしっかりと参加されているのが本当に勉強になるなと思いましたね。アトラスランゲージスクールマルタ校はカンバセーションカフェ以外のアクティビティももちろん充実しています。男性の方に人気のサッカーゲームやマルタにある各国の郷土料理レストランへ行くアクティビティなどなど、週替わりで様々なものが用意されています。有料のもの、無料のものがあり、参加は自由なので、気になるアクティビティがあるとき、たくさん友達を作りたいときに参加してみるのもいいですね。ここでちょっとですね、アトラスランゲージスクールにインターンとして働いていらっしゃる方2名の方にお話を伺いたいと思います。I like it here. It's a very good and convenient thing that people speak English here. The weather is always nice, maybe a bit too warm from time to time, but the sea is always close. It's very small, so you can get to everywhere on foot. It might take a while, but it's good. I've been very welcomed, very friendly. The work is fun. It's always different every day, and I'm really enjoying it. I really liked the atmosphere here. Well, sometimes I just relax at home, but when I'm tired. But other days I go to like yesterday I went to the beach, and then
I go shopping, I go eat different foods every day because there are many restaurants and there's just a lot of variety. You can go drinking at night and having fun, so you can do something different every day. Yes, 100% I would recommend it to everyone. Thank you very much. そうですね、もう一つ、このアトラスマルタの特徴として、ここのカフェテリアでですね、毎週金曜日に卒業式が行われております。で、はい、で、すごく盛り上がるんですよね。なんで、もしよければぜひぜひ今日ご参加していただければと、はい、思いますので。ちょうど金曜日ですもんね。ちょうど金曜日なんで。ぜひ、はい参加させていただいてとか、見させていただいて、ぜひぜひお願いいたします。生徒さんの雰囲気とか、はい、ありがとうございます。皆様に見てもらおうと思います。卒業式させていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。休憩時間に行われるんですね。そうです。だからその授業が削られるとかそういうわけではないですね。そうですね。若干やっぱ盛り上がってしまうと少し長くなることはあるんですけど、基本的にはその休み時間に終わるというところですね。はい。見させていただいて、生徒さんが集まる様子から一部始終見たんですけど、すごくみんな本当に盛り上がってて、そうですね。卒業証書っていうのを先生からもらうんですけど、一人一人名前が呼ばれるために盛り上がって写真撮って。今日はね本当にみんなにこやかな雰囲気だったんですけど、本当に結構涙の時もあります。全然あります。なんでやっぱりそういう出会いができるっていうのも一つ魅力だなと思うし、ああいうきっかけがあるから泣けるというか。そういうことにもなるのかなというふうに思いますね。なるほど。日本人の方も数人いたじゃないですか。全員みんなばらけてましたね。ちゃんとばらけて他の国籍の人。そうなんです。どの国籍、ヨーロッパの人は私ちゃんと見分けがついてるわけじゃないですけど、みんな本当にちゃんとバラバラに分かれて座ってたイメージがすごくありました。そうですね。なんで本当にそういった意味でも多国籍の文化交流というか、言葉もちろん英語で話すような機会はたくさん得られるかなというふうに思いますね。皆さんの意識が高いんでしょうね。意識高いですね。本当に真面目に英語を学びたいっていう方はすごくおすすめの学校のように私は感じました。はい、ぜひお願いいたします。はい。校内を一通り案内いただいたところでちょうどお昼の時間になり、我々も小腹が空いてきたので、普段学校の生徒も利用されているというカフェでランチをすることになりました。学校からは徒歩に3分ほどの距離で品揃え抜群。ちょっと安めに抑えたい人やがっつり食べたいという方にもぴったりのお店です。種類がありすぎて私も散々悩みましたが、やっとオーダー決まったようです。何を頼まれたんですか？サラダですね。いろんなミックスサラダみたいな感じで、これで 5.5 ユーロとかだったと思いますね。安いですね。そうで、私が頼んだのはミートパイ。これも多分 5.5 ユーロくらい。クリスが食べる予定のフォッカッチャは確か 4.5 ユーロくらいで、もちろんどっちも持ち帰りにもできるみたいなんで、生徒さんはおすすめです。では、いただきましょう。いただきます。お昼ご飯をしっかり食べてお腹を満たした後は、語学学校が提携しているアパートメントへ。ようこそ私たちアトラスランゲージスクールの、学生寮にお越しいただきましてありがとうございます。ちょっと硬くないですか？すみません、失礼しました。はい。アトラスランゲージスクールマルタ校にはアパートメントの数が全部で6棟、フラットの数が15部屋ございます。それぞれのフラットには滞在される生徒の数が少なくて4人、
多くても6人とちょうどいい人数で共同生活をしていただくことが可能になります。綺麗なアパートメント。そうですね。はい。個人的に、はい。今までには多分学校のアパートメントで1位に争うくらい。ありがとうございます。めっちゃ綺麗です。ありがとうございます。先ほどおっしゃっていただいたみたいにすごく綺麗というふうにおっしゃっていただいてありがとうございます。本当に僕たちは正直者なので、本当に正直なことを言うと、アトラスのその6つの学生寮のうち一番綺麗な学生寮で、なおかつ一番綺麗なフロアではありますな、フラットなのです。なのでもしかしたらフラットによっては差はあるかもしれないですけど、基本的には綺麗な学生寮でステイしていただけるというところですね。それはやっぱり日本人の方でも特に女性の方ですね。そうですね。滞在先記念される方、すごく結構いるので、フラットが綺麗っていうのが事前に分かってくると、結構安心。そうですね。そうですね。日本とマルタって家の作り自体がもともと違うから、確かに結構最初カルチャーショックを感じちゃう人が多いと思うんですけど、そうですね。やっぱりアパートが綺麗っていうだけで、確かにだいぶ、そこの部分では日本人の方もかなり評価していただいていることが多いかなというふうに思います。まずじゃあキッチン、はい、ご紹介させてもらいます。すごく綺麗なキッチンです。で、基本的な食器だとか、フォークだとかナイフだとかそういったものは基本的に全て揃っております。で、もちろんオーブンだとか、電子レンジとかもありますし、これ地味なんですけど、学校によってはオーブンがない学校結構あったりするんですよ。だから日本人からしたらオーブンってそんなに大事じゃないかもしれないですけど、やっぱマルタに来ると冷凍食品とかピザとかでオーブン使うものが結構多いから、意外とマルタで生活する時ってこれ結構大事です。入ってきて思ったんですけど、めっちゃ涼しいとか。涼しい、そうですね。外めっちゃ暑かった。そうなんです。外が暑いなんで暑いで中涼しい。どういうことかと言いますと、エアコンディショナーですね。全ての部屋にエアコンディショナーもありますし、でもちろんこのリビングルームもエアコンディショナーありますし、でしかも全て無料でお使いいただけると。なので、もちろん利用される方にはつけっぱなしとかはやめてねっていうふうにお伝えはしてますが、もちろんね、一般常識でそういない時とかつけっぱなしでいなくなるのはやめてってなんだけど、寝苦しい時とかそうですね、過ぎるなっていう時は全然つけてもらってください。はい、大丈夫です。で、この景色がね、僕はすごく好きでマルタっぽいなと思います。海ではない部分ですけど、なんか好きなんですよね、この風景。じゃあちょっとバスルームにご案内いたします。お願いします。はい。で、廊下の照明がそうなんです。ちょっとセクシーですね。そうなんですね。ちょっと待って、これ大丈夫か？大丈夫です。すみません、失礼しました。そうなんです。すごいいい雰囲気のね、ライトに、はい。すごい可愛らしい。そうですよね。はい。なんで僕すごい気に入ってますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、で、こちら。ここがメイン。はい。もちろん住んでる人がいるから、なんかこうちょっとね、シャンプーが置いてあるとかっていうのはあるけど、すごく綺麗。そうですね。基本的にアトラスランゲージスクール自体も2019年に始まっているので、アコモデーションも僕たちが借りたタイミングでもちろん綺麗に中もしてますので、基本的には綺麗な状態の場所が多いですね。この学生寮ですね。はい。実はもう一つトイレがありますね。朝の時間とかね、どうしてもこうトイレのなんですかね、争奪戦になりがちなんですけども、2つあるので、そこら辺は安心して、歯磨く程度だったらこれもできますね。そうですね。もちろんフラットによってはトイレの数とか微妙に違いはあるので、そこはどこの部屋に決まるかによっては変わるんですけども、ここのホワイトローズという学生寮には2つこういう形で、あるということですね。次がはいでこちらですね。ちょっとかなり生活感があるとは思うんですが、これですね、一応ランドリールームがあります。で、無料で使っていただけますね。そして、掃除用品とかもここに揃っているんですが、アイロンとかもありますし、乾燥機もあります。続きましてっていうか、みたいな。で、こちらは、いわゆるエンスイートの部屋で、お部屋の中に、専用バスルームがあるっていうようなものです。もちろんクーラーもあって、はい、大きな、何ですかこれは。洋服ダンス、はい、洋服ダンスもありますし、クローゼットがあって、クローゼットね、はい。でここにちょっと
ドアがないおしゃれな。そうですね、ドアがないちょっとホテルのような専用バスがありますね。ちょっとなんかね、見知らぬ人と同じ部屋になった時、このバスルーム使えるかって言ったら、ここでシャワー浴びれるかって言ったら相当な勇気がいる。そうですね。だからまあシャワー浴びるときはもしかしたらそのメインのこそうですね使うのがいいかもしれないけど、例えば朝ね歯磨くとか、それこそトイレはさすがにあれだけど、まあ、手洗うとかそうですね、いったのに関しては、ここでね自分の部屋で完結できるから、それはそういった意味ですごくいいですね。はい。はい。でまあベッドが2つ、そうなんです。ベッドが2つあって、1つがまあもう見てわかるように大きなキングサイズのベッドと、もう1つが、シングルのベッドですね。はい。でこれは完全に2つあるんですけど、どっちかになるかはお楽しみという感じですね。これはじゃあツインルームとして使われる、今、まあ、滞在されているのが1人しかいないから、まあ、ダブルベッドの方は治療されているんですけど、本来は2人利用ってことですよね。そうなんですね。で例えばお客さんが、2人部屋でっていうふうに申し込みをして、でこの部屋になった場合、こっちの、シングルベッドかダブルベッドになるかっていうのは、正直すごく学校の采配ってことですね。そうですね。まあ希望を出すことはできるかもしれないけど、その希望が通るかはないからないってことですね。まあ本当にその時の例えばどれだけ生徒さんがいらっしゃるかとか、どれくらいのまあブッキング状況かとか、そういうことになってくるっていうことですね。今日1日がかりで校舎からアパートメントいろいろ見させていただいたんですけども、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあいろんな魅力ご覧いただいている方にも伝わったかと思います。ありがとうございます。はい。まあこれからアトラスマルタ、まあ日本人率がねすごく少ないっていうことでもまあ一つ魅力なんですけども、まあその他の魅力も伝わっていればいいなと思います。で、まあ、今回高島さんに、いろいろご案内いただいたんですけども、アトラスランゲージスクールは本来デブリンにも校舎があって2つあるから、まあ、常に高島さんがマルタの方にいるわけではないですよね。そうなんです。はい。で、まあアトラスランゲージスクール、まあ先ほどもお伝えしたみたいに、アイルランド発祥なので、アイルランド校の方がまあ正直やっぱり規模が大きかったりもして、あちらにいることももちろんありますし、でもまあマルタに来ることも年に何回かあります。でなおかつ、もし何かこうどうしても高島さんにコンタクト取りたいということであれば、もちろんスタッフの方に連絡先を聞いていただければすぐにコンタクトも取れます。でアトラスマルタ校に関して言うと、すごくまあスタッフが皆さんを助けてくれます。なので例えば WhatsApp グループとかもあって、でそのスタッフたちが入っている WhatsApp グループ、 WhatsApp っていうのは、まあ、LINE のようなものですね。コミュニケーション、ツールですね。でそれに連絡をすれば何かあれば、まあ、彼らも助けてくれますので、そんなにこう心配されることないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画いかがでしたでしょうか。参考になった、面白かったという方はぜひ動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。また今回の動画に関しての、そうですね、コメントなんかもいただけたら嬉しいですね。はい、お願いします。今回の動画は以上になります。またぜひご覧ください。それでは失礼します。バイバイ。